こんにちは、ネイリスト中山千恵子です。今回はサロンワーク動画のパート2です。前回お客様ご来店前に事前にパーツ制作を行いました。そして今回の動画はお客様ご来店いただきまして、まずはジェルのオフとプレパレーションをしていきます。そして次回の動画がパート3の完結編でジェルネイルの塗布からアートの完成までとなります。楽しみ。早速今回もジェルのオフからしていきます。前回のお客様のネイルはゴテゴテはしているんですけれども、実はこれメタルでできたパーツほとんどないです。メタリックのブリオンぐらいかな。他に載っているハートだったり貝殻、あとは星も出てくるんですけれども、全部アクリルだったりとかジェルで作っているものなので表面から削れます。ブリオンもメタリックなものは表面から削れませんが、パステルカラーのものは表面から削れます。もしかしたら使っているメーカーさんによって素材が違うかもしれないので、そこはちょっとね要注意ですが、プリクシーのパステルのブリオンは表面から削れます。なのでメタリックのブリオンのところだけはビットの角の部分を使いながらパチパチ飛ばしていったり、飛ばなかった部分は後でアクリルニッパーで取っていきます。親指には前回もねイチゴを乗せていたので、かなり大きめのイチゴが大きく乗ってます。で、このイチゴの部分は前回の時もねアクリルで作っています。結構ジェルと違ってアクリル削るの時間かかっちゃうんですね、硬いので。なのでこちら削って取るのではなく、いつものパーツの時と同じように、まずはこのイチゴのパーツとジェルのところの境目のところを埋めているジェルをビットの角を使って削っていきます。今回アクリルで留めているのではなくてジェルで留めてます。で、アクリルで留めている場合はアクリル自体がかなり硬いので、パカッと外すのね結構難しいです。かなりぎっちりくっついちゃってますし、お客さんの指にも負担がかかっちゃいます。私がいつもパーツをつけるときに使っているビジュージェルは硬化した後もゴムみたいな弾力性があるので、外そうと思わなければ取れません。しっかりくっついています。なんですけれども、アクリルニッパーでビジュージェルの境目のところをギュッてやってもらうと、ゴムみたいな弾力性があるので、硬化しているビジュージェルがギュッと寄ってくれて、パカッときれいに取ることができます。なので私はいつもねパーツをつけるときはビジュージェルを使っています。あともう少し削ってからパーツを取っていきます。それではパーツを取っていきます。マシーンのビットの角を使ってもらうとある程度のブリオンは飛んでいくんですけれども、残っているものはアクリルニッパーで取っていきます。前回のオフ動画の時のようなブリオンをビジュージェルでがっつり埋め込んでいるわけではないので、今回はすごい比較的簡単に取れます。こちらのイチゴを取っていきます。イチゴはですね、このマシンで削っていってもまだ少し通常のトップジェルがイチゴとベースのカラージェルの間に少し残っているので、その部分はアクリルニッパーを使って切っていきます。そうするともうビジュージェルの部分が出てきさえすればパカッとこんな感じで取れちゃうんです。これがアクリルだとこういう感じにねパカッとは取れないんですよ。ここが私がビジュージェル大好きな理由です。
パーツの下に残っている美獣ジェルをマシンでもう一度削っていきます。ついでにカラージェルももうちょっとだけ薄くしていきます。それではそろそろリムーバーの液に浸して溶かしていきます。5本ともリムーバーに浸したら、もう片手も同じ作業をしてから元の手に戻ってくるといい塩梅で溶けてきています。それではどのぐらい溶けましたかね。オフしていきます。結構いい感じに溶けてますね。これはですね、使うジェルメーカーさんによっても溶ける速度が違います。あとは溶け方も結構違って、パカッと溶けてきてくれるジェルもあれば、柔らかくなるっていう状態まで溶けてくれて、メタルプッシャーとかウッドスティックでちょっとこすりながらもそもそ落としていくというジェルもあります。なのでね、これは使っているメーカーさんによって結構このシーンはね変わってきます。なので私のオフ動画いつも見てくださってる方々はもうお気づきだとは思いますが、かなり早めの段階でパカッと取れてくれるジェルもあれば、何回も何回もオフをしている時もあります。まあでもそれはジェルメーカーさんにもよりますし、部屋が寒いとか爪が長くて先端のところが溶けづらいなど、結構理由はまちまちなんですけれども、やっぱり溶けるの早い時はかなり気持ち的にもねすっきりしますよね。ここの指は少しサイドの方まだ溶けが甘かったので、表面を削ってからもう一回溶かしていきます。
それでは甘皮を押し上げていきます。スポンジファイルで爪の表面をスムーズにしていきます。かけすぎは要注意です。それでは今回のパート2の動画最後、キューティクルニッパーを使って甘皮周りを整えていきます。伸びすぎてしまった甘皮部分や、あとは角質を取っていく程度に整えていきます。次回のサロンワーク動画パート3では、なんとこの時期定番ですがバレンタインネイルを施術したので、バレンタインのネイル動画をアップいたします。今回も最後まで見てくれてありがとうございました。いつもコメントも嬉しいです。ありがとうございます。高評価も押していただけたらとっても嬉しいです。それではまた次回も見てくださいね。